皆さんこんにちは、プラセボです。今回は7月アップデートで旧仕様に一時的に戻ったフレームブロワーをうまく使ったアタックをドラゴン2つ、ラバル2つそれぞれご紹介します。フレームブロワーですが、アクティブ能力として灼熱の炎を吐き出して適当施設にダメージを与えるという特性があります。これがですね、本来ですと照準が固定化されてて、最初に出した向きに合わせて炎が出る仕様に、6月に変わっていました。そのためロケットバックパックと一緒に使ってもロケットバックパックが進む方向に炎が向かないようになってたんですね。ただそれでバグが発生するようになりまして、7月のアップデート以降は、このですね照準がロケットバックパックに追従するように変わっています。ロケットバックパックとフレームブロワー組み合わせると同じ方向に進んでダメージを与える仕様に現在はなっています。ではナナシパギさんのアタックご覧ください。ジャイアントアローもセットされてますね。ドラゴンデューク出てきました。施設を壊し、ここでロケットバックパック。炎もロケットバックパックと同じ方向を向いていますよね。で9時区画、そしてタウンホール区画のインビジブルタワーを起動しました。そしてクイーンが6時側サイドカットしてドラゴンがスタートしていきます。そして2時側からインフィルのドラゴン、そしてドラゴンライダーをちょっと3時寄りの場所に当てながらタウンホール周りの防衛施設を壊してインフィルのドラゴンがガーディアン、そしてタウンホールを壊していきます。中央のマルチ IT フリーズで固めつつ壊し、そしてレジタワー起動したところでトームをかけていきます。さらに11時側マルチ IT 対空砲はオーバーグローで隠しつつぐるーっとドラゴンは回って近づいていきます。まだねダークオーブ残ってるんですよ。さあここで防衛施設が現れましたがダークオーブを放っていきます。かなりユニット残って余裕のある展開でした。もう一つドラゴンアタックご覧ください。アカムーさんのアタック。まずはアーチャーではな確認。さあそしてクエイクでダメージを入れてインビジブルでドラゴンデュークをマルチ IT に向かわせていきます。そしてロケットバックパックとフレームブロワー、そしてクイーン6時側をサイドカットしてドラゴンを広く出していきます。7時9時面ここでトームをかけていきます。モノリスを壊してタウンホール方向にユニットが進んでいきます。これバルーンでリベンジタワーをね壊していきました。しっかり中央の高火力エリアをあらかじめドラゴンデュークの能力で壊しているので火力の低い外側をぐるっと主力ユニットとヒーローが進んでいく形になります。そしてドラゴンデュークはリバイブで復活して残っている施設を壊していきます。こち
ちらもまだミニオンプリンスのダークオーブ残しています。さあ、そして3時側の施設が現れました。エアスイーパーから向かい風も吹いていますが、まだ大量のドラゴン残っています。そしてロケバルも残っていました。マルチ IT に合わせていきます。こちらもお見事、ナイス正解です。さあ、次はラバルのアタックご覧ください。池内さんの全開アタック。ロケットバックパックとフレームブロワーをつけたドラゴンデュークがまずスタートしていきます。1つクエイクを打って対空砲2つとモノリスを壊していきます。もうこれだけでアドがありますね。さらにもう1つクエイクを使ってロイヤルチャンピオンが3軸角壊していきます。もうこの2つのヒーローだけでバルーンの通り道が出来上がってますよね。ルートがロイヤルチャンピオンさらに一時側に進んでいきます。そしてアイスハウンドを盾としながらバルーンが進んでいきます。後ろからは回収のインフェルノドラゴン、そしてスカイワゴンも投入していきます。中央レイジタワーが起動した中をさらにミニオンプリンスダークオーブを放って施設を固まらせながら、そこにバルーンがゆっくりと進んでいきます。そしてアイスハウンドが9時側の対空砲に向かっていきますが、こう罠をね吸ってくれるのがいいですよね。でさらにタウンホール周りのフローズン効果で凍らせていきます。そして9時側からも追加のバルーン、スカイワゴンから追加のバルーンも出てくるのがいいですよね。防衛援軍が出てきましたが、ミニオンプリンスが処理をしていきます。大量のベビドラ、そしてアイスパピーもね処理に加わっていました。まだまだ大量のユニットが残っています。オーバーグローで隠した施設が現れました。レイジタワーも起動しますが、最後に残っているフリーズで施設を固めながら壊していきます。これも余裕のある全開でした。ラバルもね強いですよね。今回のイベントでは5つラバルの全開飛び出しました。次はチャチャシシマルさんのラバルアタックです。先ほどの池内さんとヒーロー構成がね違いますよね。まずは8時側ビズトを壊してきました。これね後で聞いてきますので覚えておいてください。そしてドラゴンデュークがロケットパックフレームブロワーで施設を壊して反時計回りに進んでいきます。クイーン6時側からジャイアントアローを放ってジャイアント盾にしながら進んでいきます。そしてタウンホール前にトーテムを置いてキングがホビーホースを使って一気にタウンホール区画進んでいきます。キングとドラゴンデュークで相手のガーディアンを処理して、さらにタウンホールに向かっていきます。ラバルが時計回りに展開されていきます。11時がレイジタワー起動しましたが、アイスハウンドフローズン効果で施設を固まらせつつ、ここでトムのかかったバルーンが中央に進んでいきます。そして残っている施設にはフリーズを当てていきます。さらに右側からもアイスハウンドを盾にしてバルーンを進めていきます。オーバーグローでモノリス、龍炎砲を隠しながら徐々にバルーン、そして後ろから大量のガーゴイル、ベビードラゴン、インフェルノドラゴン、そしてスカイワゴンから出てきたスーパードラゴンが進んでいきます。まだフリーズが残ってました。モノリスと龍炎砲を固めながらユニットが近づいていきます。まだウォーデンも残っていました。ウォーデンのオーラに守られながら残りの施設を壊していきます。
こちらもね、綺麗なアタックでしたよね。ナイス全開でした。ということで、今回は7月アップデートで旧仕様に戻ったフレームブロワーを使ったドラゴンとラバルのアタックご紹介しました。かなり余裕がありましたよね。次のアップデートでまた仕様が変わる可能性があるので、ぜひ今のうちに使い倒してください。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。